わしじゃ、不気味道魅力じゃ。今回は、わしがこよなく愛するゲームの一つ、重装騎兵バルケンをプレイしてくのじゃよ。例によって、スーパープレイでも攻略プレイでもないので、まあゆるりとお付き合いいただければ上々じゃ。ネタバレもありなので、未プレイの人はそのつもりでな。本作は、1992年12月18日に、レサイアココ、日本コンピュータシステムより発売されたスーパーファミコン用タイトルじゃ。ジャンルとしては、サイドビュー形式のアクションシューティングじゃな。1990年にメガドライブ用タイトルとして発売された重装騎兵レイノスと世界観を同じくしており、いわば続編と言える。ただ、時系列としてはバルケンの方がレイノスより過去の物語じゃ。単なる続編ではなく、原作レイノスの良さをさらにパワーアップしつつ、難易度やとっつきの悪さを改善し、まさに別物と言っていいほどの進化を遂げたと言える名作じゃ。ロボットを操作するタイプのアクションゲームとしての面白さはもちろんじゃが、ガンダムやボトムズに代表されるリアルロボットアニメ的な演出やストーリーも含めて、今なお色褪せない完成度の高い作品だと、わしは思うのじゃよ。22世紀初頭の地球が舞台で、月面の資源採掘権をめぐり、環太平洋合衆国と欧州アジア連邦の大国間で第4次世界大戦が勃発。戦場の主役となる有人二足歩行兵器であるアサルトスーツ、バルケンを狩る主人公の戦いというのがストーリーじゃ。主人公となるジェイプ中尉は環太平洋合衆国の兵士じゃ。強襲揚陸艦バーシスを母艦とし、ハーマン中尉や初少尉と小隊を組み、各地を転戦していく。ちなみにオペレータのクレアタンとは、いい感じの仲らしい。むむむ、許せぬな。前作のレイノスとはあくまで世界観を共有しているという程度なので、いきなり本作のみをプレイしても、全く問題はないから安心するのじゃ。全7ステージとなっているが、エンディングは途中の進め方によって、バッドエンドとグッドエンドに分岐するのじゃ。何回かに分けて各ステージを紹介していくぞ。まずはステージ1じゃな。若干操作系が複雑なので、このステージは基本的な操作を覚えるためのチュートリアルだと思えばよい。敵基地に突入して、地方発射前に敵先端のエネルギーユニットを破壊するというミッションじゃが、基本的にボス戦までは時間制限はないので焦らないで大丈夫じゃ。さすが強襲揚陸艦だけあって、コロニーに頭から突っ込んでいくというのはなかなか強引じゃな。前作レイノスから昇華されたテンポよく入る会話シーン。今では珍しくもないが、当時はプレイ中にそのまま会話が流れるというのはなかなか画期的じゃった。特に本作は会話のタイミングが非常に絶妙で、プレイを止める会話と止めない会話のチョイスが本当に素晴らしく、ゲームのテンポを殺さないのじゃよ。初期の武器は12方向に撃てるバルカンと接近専用のパンチ、この2つをボタンで切り替える。重力があるステージではジャンプとジャンプボタンの長押しで一定時間ホバリングが可能じゃ。またダッシュボタンもしくは十字キーを左右に連続で入れることでローラーダッシュができる。あと重要なのがR ボタンでのシールド防御と L ボタンでの発射角度固定じゃ。シールド防御している最中は動けないし攻撃もできないが、全方向に対して無敵なので、これをうまく使いこなして、とにかくダメージを受けないことが重要じゃ。また、
L ボタンの発射角度固定をうまく使うことで、ジャンプしてホバリングしながらの攻撃や、ローラーダッシュなどで後退しながらの攻撃などができるようになる。あと、本作は体力ゲージ制なので、ゲージが0になるとステージの一定の部分からコンティニューとなる。コンティニューはクレジット制じゃが、裏技で無制限にもできるので、繰り返しプレイしていけば初心者でも必ずクリアできるはずじゃ。また、武器はパワーアップ制になっていて、P と書かれたアイテムを取ると、その時に選択していた武器が最大レベル3までパワーアップする。右上に表示された L1 というのがレベル1という意味じゃな。その下の1とかの数は次のレベルまでに必要な P の数じゃ。P の数は限られていて、全部の武器を最大レベルにはできないので、主力とする武器を選ぶのも本作のポイントじゃな。まあ、と言っても、バルカンと後で手に入るレーザーでほぼ決まりなんじゃが。H は体力ゲージの回復じゃ。これはぜひ取り損なわないようにしたいのじゃ。最初のうちは使うボタンの数が多くて戸惑うが、慣れてくるとこれらの操作の組み合わせでベテランパイロットっぽいかっこよい動きができるようになって楽しくなってくるぞ。ローラーダッシュ中の土煙や S 止めた時にわずかに働く慣性とかが操作していて非常に気持ちよいのじゃよ。バルケンの良さはまずこの動きの気持ちよさじゃな。とにかく動かしていて気持ちよくて、そしてかっこいい。これはロボゲー全般に言える真理だとわしは思うんじゃよ。あとバルカンを撃つ時に飛び散る薬莢、床や壁に残る弾痕、着地した時にわずかに沈み込む関節の動き、デッキを撃破した時に逃げていく敵兵士など、ボトムズ的な戦争のリアルっぽさを感じさせる細かい演出の数々も、バルケンが評価されているところじゃな。さて、そろそろボス戦じゃな。本体に接続されるまでに、エネルギーユニットを倒さないとゲームオーバーになってしまうが、時間は十分あるので痩せることはないのじゃ。砲台からの攻撃ダメージは正直言って無視してよい。ひたすらエネルギーユニットに集中攻撃するとよいぞ。というわけで無事にクリアじゃ。続いてステージ2じゃ。今回の動画ではこのステージ2までの紹介にしておこうかの。敵工場施設の破壊という任務じゃが、前半は強制スクロール、後半は無重力地帯と2部構成になっていて、それぞれ操作が少し異なってくるのじゃ。通常移動のステージ1と合わせると、これでバルケンの基本的なプレイスタイルを学ぶことができるようになっているわけじゃ。アクションゲームの序盤の構成としては理想的じゃな。オペレーターのクレアタンとの会話で、岩は目視で避けろとかさりげなく説明してくれるのも親切じゃ。さて、前半の強制スクロールステージは、後半に備えてできるだけダメージを抑えることがポイントじゃ。岩に挟まれないようにしつつ、あまり敵の撃破にはこだわらずに、最小限の動きで避けるのじゃ。ステージ1もそうじゃが、何気に音楽もいいんじゃよ。緊張感のあるステージ1と変わって強制スクロールならではの疾走感のあるメロディーがこれまたたまらんのじゃ。そしてそろそろ後半の無重力ステージじゃな。ここで突入用ブースターを切り離すというのも良いな。さらに無重力空間なので切り離したブースターがそのまま慣性で流れていくという細かい演出がこれまた憎い。それでこの後半の無重力ステージじゃが、慣れないうちはいつの間にかダメージを食らっていることが多い。なぜかというと、空間移動中はシールド防御が使えないからじゃ。
敵のシールド防御も地面に着地している状態でいることが条件なので、しっかり足元を確保してシールド防御で防ぎつつ、敵を着実に撃破していくことがポイントじゃ。あとは L ボタンでのショットの角度固定じゃな。固定しないと動くのと連動して角度もずれまくってしまうのじゃ。よって L ボタンで角度を固定した上で、ショットの下線が敵に当たるように時期を移動させると良いぞ。これは後半でも必須のテクニックじゃ。ちなみにこのステージで取れる W というアイテムは追加武装のミサイルなんじゃが、全くもって使えないので場所は取らないのじゃ。武器切り替えの時に押すボタンの回数が増えるだけ無駄なのじゃよ。すまんな、ミサイル。パンチも威力はあるのじゃが、連続で使えないので、いわゆるロマン武器じゃな。この地雷もなかなか厄介で、シールドを使いたくて着地しようとすると引っかかるという初見殺しなんじゃよな。まあ、わしも何度もやり直したので、結局は慣れじゃな。本作を手掛けたプロデューサーの土田敏郎氏は、この戦争プラスロボットものに非常に思い入れがあったようで、シミュレーション RPG の原型ともいえる PC エンジンの非装騎兵カイザード、原作の重装騎兵レイノスとタイトルを重ねるごとにプラッシュアップされていくのがよくわかるのじゃ。その後、土田敏郎氏はフロントミッションやハクザラットも携わることになるなど、そのゲームデザインのセンスは非凡なものがあるの。このレールガンもいきなり視界に入るなり発射してきて、結構良いダメージを食らうので注意じゃよ。さて、そろそろもう一通り破壊したはずじゃが、このようにプレイが止まる会話はそれなりに重要なイベントが控えているので要注意じゃ。ではボス戦に突入じゃ。このボスもしっかり L ボタンでショットの角度を固定した上で、あとは攻撃をうまく避けながら当てていくと良いぞ。ちなみに岩石砲台をファンネルみたいに使ってくるのじゃが、破壊するとパワーアップアイテムが出ることがあるので、ここで稼いでおくのもおすすめじゃ。結構ダメージを食らったけど無事に撃破じゃ。クレアタンの笑顔ももらえたところでステージクリアじゃな。というわけで今回はここまでじゃ。